こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今日はマイクロソフトフライトシミュレーター用のヘリコプターをご紹介していきます。その名はクイックフライトハンターです。これは見た目からわかる通り AH64 アパッチにインスパイアされた攻撃ヘリです。マイクロソフトフライトシミュレーターで攻撃ヘリ？ただのヘリでしょと思った方、このハンターにはこれまでのマイクロソフトフライトシミュレーターの常識を覆す珍しい機能を搭載しているんです。今日の動画はこの攻撃ヘリをご紹介していきます。このチャンネルではシミュレーターの楽しさや魅力を伝えることを目的としており、SIM 愛好家としての視点からレビュー、操作解説を行っています。まずこのクイックフライトハンターのすごいところは、戦闘機能とかダメージモデルとかが用意されているところです。マイクロソフトフライトシミュレーターは普段は旅客機で旅をしたり、ヘリで訓練をしたり、フライトを楽しむことがメインであって、コンバットシムではないので敵を撃破するとかそういうのはあんまりできません。やれたとしてもミサイルを発射することだけです。でもこのハンターはそれをまさかのカスタムコードで全部作っちゃったんだそう。だからマイクロソフトフライトシミュレーターの中で本格的な戦闘が楽しめるっていう新ジャンルを開拓したアドオンという感じです。開発元はアドオン名にも入っていますが、クイックフライトというメーカーさんです。ここは以前にも B2 とか B1 とか軍用機のアドオンを出していたりします。今回のハンターでは特に力を入れているのがサウンドということなので、ちょっとエンジンを始動してみましょう。機体に電源を入れて APU を始動します。パワーレバーを前に倒してアイドルポジションにします。そしてエンジンを始動します。エコー19オーディオプロダクションという航空分野に特化したオーディオ制作スタジオとタッグを組み、本物のアパッチから録音した音を使用しています。だからとてもリアルで本当に乗っている気分になれます。パワーレバーをフライにして APU をオフにします。肝心の購入方法ですが、これはちょっと注意が必要です。このハンターはイニビルズストアで20ポンド約4000円で販売されていますが、今後マイクロソフトフライトシミュレーターのマーケットプレイスでもリリースされる予定です。そしてここが超重要です。完全に戦闘を楽しみたいならイニビルズストアで購入してください。マップ上に敵が出たり、リアルなダメージモデルとかそういう戦闘に関する機能はイニビルズストア版にだけしかありません。マーケットプレイス版だと購入ポリシーの違いでこれらの機能は使えないので、そこは気をつけてください。今はミサイルの搭載までは OK でも発射までは許可されていないので、これはもう仕方がない部分です。さて、みんなが気になる飛行モデルですが、これははっきり言うとちょっと独特です。何が独特かというと、ヘリを飛ばす時に大事なアンチトルクペダルの操作がこの機体だとあんまり必要ない点です。あとは感性も少なく安定性が異常に高い機体なので、不安定なヘリを飛ばしているというあの独特の緊張感が残念ながらありません。例えるなら GTA5 みたいな他ゲームで出てくるヘリで操縦が苦手な人でも結構簡単に操作できる感じです。これは開発元のクイックフライトさんがリアリズムとアクセシビリティのバランスを重視した結果なんだそう。だからヘリシム初心者でも飛ばしやすいようにすごく寛容な飛行モデルになっています。まあこれらはこの後にご紹介するゲーム性を重視した結果なのかなと思いました。
だからこのアドオンはリアルさを追求したゴリゴリのヘリアドオンとはちょっと方向性が違います。ただ純粋に気軽に楽しく戦闘をしたい人にはこれはこれでありなのかもしれません。クイックフライトハンターの最大の目玉である武器システムをご紹介していきます。これはイニビルズストア版でしか楽しめませんが、とにかくすごいです。まずは武器システムにアクセスするためウェポンをクリックします。そして武装のセーフを外します。画面のアームがイエロー表示になり、武装が使えるようになります。武器を発射するためにトグルロゴライトに割り当てを追加します。またスモークにも割り当てを追加しておくとフレアが使えるようになります。使える武器は大きく分けて3種類です。まずは機関砲です。有効にするにはガンをクリックします。本物の 30mm チェーンガンを再現していて、10発、20発、50発、100発と選んでバースト撃ちが可能で連続撃ちができますが、使いすぎるとあっという間に弾切れになります。一発命中すると 1% のダメージです。次はハイドラロケットです。有効にするにはロケットをクリックします。36発も発射できる高火力のロケットです。一発で 20% もダメージを与えられる装備で、集団の敵にはこれで決まりです。ただあまりにも連続で発射すると RTX4080 を積んだ私の PC でも FPS がガタ落ちしてしまいます。連続使用はパソコンスペックと相談しながら使う感じです。最後はヘルファイアミサイルです。これは誘導ミサイルで8発搭載されています。使用するにはミサイルをクリックします。特に静止している敵とか動きが遅い敵には強力で、一発で 50% の破壊的なダメージを与えてくれます。ただ撃った後に表示されるミサイルは描画範囲が短くちょっと物足りません。そしてこの武器を操作するのがコックピットのコントロールとこの IHA-DSS 統合ヘルメットディスプレイ照準システムです。機体の左のプレートをクリックすることで有効無効にできます。これ頭の動きに合わせて照準が動くのでターゲットを狙うのが直感的で簡単になります。まるで自分が本当に攻撃ヘリのパイロットになった気分です。さらに没入型ミッションマネージャーを有効にすると 25km 離れた場所に敵の陸上の車両とか海に船とかが自動で出現します。しかも1体から8体の敵がスポーンするので毎回違う戦場が楽しめる素敵仕様です。Good effect, good effect. Target Bravo eliminated. Sending coordinates to target Charlie. 敵もただのかかしではなく攻撃範囲に近づくと反撃してきて、こっちのヘリにもダメージを与えてきます。ダメージはリアルタイムのシミュレーションとなっていて、機体もボロボロになるので戦闘に影響が出たりします。最悪緊急着陸しなきゃいけなくなる時もあるのでそれなりに楽しめます。もしダメージを受けすぎてしまった場合はリクエストを押すことで修理をお願いすることができます。先ほどからちらちらと見えていましたが、コックピットはこんな感じです。ハンドルをクリックすることで機体に乗り降りすることができます。機体のライト関係は左側に集約されていて、夜になるとこんな感じにグリーンのライトが点灯します。このハンターは前の席のガンナーも後ろの席にあるパイロットもどっちも完全に機能するので好きな席で戦闘が楽しめます。そしてもう一度言いますが、
サウンドがとても良いです。本物のアパッチの音を録音しているから、ローターの音、APU の音、エンジン始動の音、ボタンのクリック音、そして武器の音まで全てがリアルです。ここだけは本当にお勧めできるレベルです。だからこそクイックフライトさんがリアルなシミュレーションではなくてゲーム性を選んだところは個人的にちょっと残念って思いました。あと少しでもアンチトルクペダルを使うような操作性になっていたら今よりもっと絶賛していたかもしれません。マイクロソフトフライトシミュレーターは名前にフライトシミュレーターとある通り、やっぱり機体のリアリティを求めている人が大半だと思います。こういうアーケードな挙動は一部の人は歓迎するかもしれませんが、他のゲーム、例えば GTA5 とかにも同じような体験はできるし、正直ちょっとって感じてしまう部分はあります。でもこれがクイックフライトさんが考えるリアリズムとアクセシビリティのバランスっていう設計思想なんだと思うので、そこはユーザーがどういう体験を求めるか次第だと思います。さて、このクイックフライトハンターを求めると、この機体がお勧めできる人はマイクロソフトフライトシミュレーター内で手軽に本格的な戦闘ヘリの体験をしたい人、映像もサウンドもとにかく没入感を重視したい人、マイクロソフトフライトシミュレーターにちょっと刺激が欲しい人、見てわかる通りハンターはマイクロソフトフライトシミュレーターっていう民間シムの枠の中でいかに楽しく、そして手軽に攻撃ヘリが体験できるかってところに全振りしている機体です。だからガチガチのリアルさを求める人には正直ハンターはそこまでお勧めできません。最後に何度でも言いますが、戦闘機能をフルで楽しむのならイニビルズストアから買ってください。もし皆さんがヘリのアドオンを購入するとしたら、気軽さとか楽しさを優先しますか？それともリアルさを優先しますか？ヘリ以外のアドオンでもこれにこだわって購入しているというのがあれば、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。